今日は朝起きていつもと違った顔の乾燥を感じたので、すごくピリピリするんですよ。なのでいつものスキンケアをした後にシゲタのクリアベースの方を薄く伸ばしました。以前はこれ単品で使うとテカりやすく感じてたんですけれど、今日の肌は違うと思ってこの単品でも全然テカらない、むしろちょうどいい肌にしてくれるなと思ったので、この単品を伸ばしていきたいと思います。この辺とかもすごいピリピリする。顔周りとあとこの辺もね、鼻の下とかもピリピリする。こすりすぎるとポロポロなるので、ちょっとずつ伸ばしつつも叩く感じで伸ばしていきます。見てわかる通り、この、目の周りのクマと、くすんでるところだけにこちらのエテュセのプレミアム CC アミノクリームをのせていきます。私が持ってる CC クリームの中ではもちもち、ちょっと保湿されるようなもちもちした肌に仕上がるなって思える CC クリームです。薄いピンクの下地なんですが、目の周りに明るさを出していきます。今日はコンシーラーは使わず、インスタで紹介したクッションファンデーションだけで仕上げていくんですけど、コンシーラー使わなかったらやっぱり下地に光で飛ばしたりくすみを飛ばしたりっていうのは必ずします。はい、だいたいこんな感じで OK です。紹介したいクッションファンデーションがあって、そのカバー力がすごいのでコンシーラーなしで仕上げていきます。使うのはこちら、資生堂から初のクッションファンデーションが出ました。ちょっと前にも発売されていたんですが、最近使ってみて本当に良かったので購入しました。程よいツヤが出ますし、潤いもちゃんとあって、でもカバー力があるっていうクッションファンデーションです。じゃあちょっと使っていきます。鏡もしっかりついています。見た目はね黄色っぽい感じなんですけど、これはピンクオークル20番です。すごい、もうベースメイクはこれで終わり。もうね、コンシーラーしなくていいっていうのは驚きですし、こんだけカバー力があるのに全然負担がない。薄付きでつけてもカバー力あるのですごいと思います、これは。で、私の今まで思ってたイメージがベタつきがあるんじゃないかなって思ってたんですけど、これは素肌感が出るツヤなので、これは本当に気に入りました。ぜひ皆さんにも試してもらいたいなって思うクッションファンデーションです。さほど普段と変わりませんが、渡辺直美さんをちょっと意識した綺麗な形のある眉毛をちょっと意識してみました。今日はここからガイドライン的に引いて、眉山のてっぺんから下ろしていく。あとは微調整でパウダーの方でちょっと描いた部分をぼかしつつ眉の隙間を埋めていきます。眉完成です。渡辺直美さんといえばグラデーションのアイメイクですね。でもあんなにがっつりしたグラデーションは普段しないので、私みたいに普段しない人でも挑戦しやすいようなブラウンカラーでナチュラルなグラデーションアイをしていきます。使う色はマックのそばという色です。ちょっとねイエローがかったブラウンカラー、これをアイメイクのまず一番最初に彫りをこれで作っていきます。グラデーションメイクにおすすめしたいブラシがありまして、これ博報堂のブレンディングブラシなんですが、だいたいブレンディングブラシというと垂直にこうやってぼかすものが多いんですけど、このブラシは違うんですね。横にしてこう作っていく。だから濃いものをまずのせて、で同じブラシで薄い色を
さらにこうやって上に重ねてぼかしていく、そういうやり方でのせれるブレンディングブラシです。ちょっとね微細なラメが入っててマットすぎない感じで綺麗なんです。目尻の半分ぐらいこうねのせました。結構ほら黄色みがあるブラウンですよね、明るいブラウンで、次に使うのがこのケイトのパレットのミディアムカラー、ちょっとねピンクっぽいブラウン、ラメのあるブラウンを使います。これでさらに全体的になじませます。あとね、さっきのとこの上から重ね付けハイライトカラーを軽く取って、何も塗ってないところとこのブラウンのカラーの境目をぼかしていきます。下まぶたには今日使うピンクのチークをのせました。今日はこれを使っていきます。全体的に細身で先が尖ってますね。ちょっとピンクがもう色がついちゃってるんですけど、白い毛です。濃いピンクをのせます。マスカラですが今日は2色使いをしています。ブラウンとブラック、上の方はですねグラデーションが入ってていつもよりも目力があるのでブラウンのマスカラでちょっとバランスを見ました。ブラックを使うとさらに目力が出てしまうなと思って、それは嫌なのでこのピンクを際立たせたかったのでブラックを使いました。今日はなんだかこの目尻側のまつげがすごく下の方を向いてて、瞬きするたんびにすっごい違和感があったので久々にビューラーを使っていきます。チークはですねビセのブレンドカラーチークスを使います。普通に高い位置からのせていきます。久々にピンクのチーク使うな。なんか閉まってないですもんね。そうまつげの隙間を埋めます。今日はね跳ね上げラインも何もしません。今日使ったアイブロウのリキッドライナー、目尻3分の1とここにも目頭4分の1度にものせます。渡辺直美さんといえば赤リップかなと思って今日赤リップを使うんですが2色使いします。これすごい縦じわに入ってくれて、これを下地に赤リップをのせるとすごくいいんですよ。で今日使うのは資生堂のルージュ501番。綺麗に縁取りしたいんで博報堂のリップのブラシ使います。縁取り濃い赤とか濃い色は縁取りが大事です。ここがねすごく綺麗にのせれるんですよ。これねすっごく細いんです。大きめのブラシだけど縁取りがすごくしやすい。特にここのね山の部分、これを使うことでさらにシワに入ってくれるので落ちにくいです。ちょっとこうベビーピンクな感じでラメも使ってるんですけど、これヌードピンクを全体に 2,3 度塗りをして、でこれがねこのラメがすごく可愛いんですけど、これインテグレートのこのラメちゃんを使いました。渡辺直美さんの写真展に行ってきます。